ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はこちらね。種別、世界一大きい生き物4000ボリューム2。うわ。世界一大きい生き物2回目。大きい生き物ってどいつもこいつもヤバい見た目だろうし、身構えちゃうわね。にしても、随分ボリューム2が早いわね。もう少し間隔を空けてからやると思ってたわ。前回の動画内で間違った画像を紹介してしまったので、早めに動画で訂正したくてな。こちら、オオキバウスバカミキリの幼虫として紹介したが、間違った情報だったようだ。一時ソースを確認したところ、無関係な写真が紹介されていることが分かったぜ。改めて訂正し、お詫び申し上げます。調べたところ、オオキバウスバカミキリの幼虫はこちらの画像のみ見つかったので紹介だ。何その色？大きさはそこそこだとして、そこそこか？色味がヤバいでしょ。オオキバウスバカミキリ関連の記事に載っていたもので、ほとんどの甲虫の幼虫は白だが、この子だけは外皮は茶色で、胸部と腹部の部分ははっきりと分かれていない、とのことだ。また、そもそもオオキバウスバカミキリの生態は未知の部分ばかりで、多くは言及できないとのことだぜ。茶色とかこれこそ嘘に思えるわね。信じられない色味の幼虫は他にもいるし、なんなら今日も紹介するし、別に不思議でもないぜ。なるほどね今なんて言った？なんならなんだって？今日も紹介？さて、前置きはこの辺にして、今日も種別に世界一巨大な生き物を紹介していくぜ。では、早速開始だ。ということでまずはこちら。オオキバウスバカミキリの流れで紹介だ。こいつはさすがに見たことあるわ。カブトムシのでかいやつよね。虫キングとかそういうので子供たちがキャッキャしてたのを見たことがある気がするわ。そう、この子は多くの男の子が魅了された甲虫の王様的存在。世界最大のカブトムシとして名高い昆虫。その名もヘラクレスオオカブト。この名前はギリシャ神話最大の英雄ヘラクレスに由来するぜ。亜種も多く存在し、特に有名な基本種であるこちらの子は、ヘラクレスと呼ばれている存在だ。愛好家の間では略してヘラヘラとも呼ばれ親しまれているぜ。ヘラクレスにヘラヘラ。ヘラヘラってすごい相性ね。オスの成虫は頭角、胸角が共に長く、体長とほぼ同寸の角を持つ個体もいる。カブトムシ類に限らず、甲虫全体で見ても世界最長の種とされ、胸角を含めた全長は最大 180mm を超えるぜ。180mm って、18cm？ 完全に手のひらと同じか、はみ出すくらいのサイズじゃないの。180mm を超えるのは人に飼育された子であり、自然界において確認されている最大野外ギネス個体は 172.7mm だ。それでも十二分に最大のカブトムシと言い切れるぜ。胸角と頭角はそれぞれ胸部と頭部についており、頭角は上下に動かすことができる。ヘラクレスオオカブトは相手の腹の下に胸角を入れ、頭角と挟み、持ち上げて投げるんだ。この見るからに攻撃力な高そうな角。よくよく見たらこの角の下側、なんか毛が生えてない？角に毛？胸角の内側に生えている褐色の毛は、主に滑り止めの役目を持つようだぜ。ほへー、なるほど。その滑り止めを使って、相手を掴みやすくしてるわけか。角以外にも特徴はあって、何より前肢が目を引くだろうな。前肢って胴体？黄色いところのこと？確かにこいつって前肢が特殊よね。他の部分は黒一色で普通のカブトムシって感じなのに、なぜか胴体の羽だけ黄色で違和感を覚えるわ。前肢が黄褐色を帯びるところが特徴的なんだ。黒い斑点の大きさや数、また全体の色合いの濃さなど、個体によって違いが見られるが、これは遺伝的な要素による違いではないぜ。前肢は湿度が高いと黒褐色だが、湿度が下がると黄褐色が濃くなる。また、油脂などの付着や栄養状態によっても黒褐色になるんだ。つまり、生活している場所とか、それこそ飼育環境によると？飼育下では湿度が高くなったり、餌などの付着による汚れ、高栄養な餌による栄養状態の飽和や湿度の高さにより、黒くなった状態になることが多いと言われているぜ。一般に知られている黄褐色の本種のイメージは、乾燥時に写真が撮影されることが多いためのようだ。ちなみに今説明したのはオスの話で、メスの姿は全く違うものとなるぜ。やはりというかメスはこのような姿をしているぜ。オスのような立派な角もなければ、特徴的な黄褐色の前肢ではない。若干、体全体が黄褐色を帯びるくらいで落ち着いた佇まいをしているぜ。左のがメスよね？
完全に日本にもいる普通のカブトムシにしか見えないわ。そうだな、みんなが知っているヤマトカブトと色合い以外の見た目はほぼ同じではあるぜ。ただ、当然だが日本では自然には生息していない種だぜ。ヘラクレスオオカブトは中央アメリカから南アメリカの熱帯の雲霧林に断続的に分布。低地にも少なからず生息するが、大型になる亜種、また大型の個体は標高1000から2000メートルの高山帯にしか見られないぜ。成虫は他のカブトムシと同じように夜行性だ。昼夜を問わず広葉樹の樹皮や果実を自ら傷つけて樹液や果汁を吸収するが、休息も兼ねており、飛翔などの活発な活動は夜間に限られるぜ。ああ、カブトムシってほとんど飛ぶイメージないのって、夜行性だからってことかしらね。だいたい、木についている姿しか思い浮かばないし、飛ぶどころか羽を広げた姿も見たことないかも。生息地の付近に10日とかがあればちょいちょい飛ぶようだぜ。ちなみに羽を広げるとこんな感じだな。失言だったわ。絶対見せてくると思った。やっぱり、中の羽の部分が気持ち悪いわね。どうしても奴というか G を想起させる。生物的にはかなり離れたところに分類されるけどな。さておき、最後、幼虫姿に関して補足だ。絶対、こんな奴の幼虫とかやばいでしょ。紹介とかしなくていいんだけど。そうもいかないぜ。前回の流れからもここははっきりと紹介しないとな。ということで、これがヘラクレスオオカブトの幼虫だ。やっぱりね。想像通り。見事なものだよな。このプリプリとした体がたまらないぜ。サイズ感おかしいわよね。むしろ幼虫の時の方が大きくない？そうや、さなぎになり、成虫になる際はぎゅっと身を固めるわけだし、多少幼虫姿よりも縮むものだぜ。ひえー。とまあ、これが幼虫姿なわけだが、ここで前回のオオキバウスバカミキリの幼虫として紹介した画像に実は繋がってな。なんか見たことあると思ったけど、そうか、こいつか。つまり、この画像、実はヘラクレスオオカブトだったと？おそらく、としか言えないけどな。すでにこの画像の一次ソースがどこなのか確認できない状態だし、明確に何の幼虫かは断定しているところはなかったものでな。ただ、これを機にたくさんの巨大サイズの甲虫の幼虫の画像を漁った結果、体の特徴的にはヘラクレスオオカブトの幼虫ではないかと私は思うぜ。間違ってたらすまないがな。それはお疲れ様。余計なこと言うと、その漁った画像見せられそうだし黙っとこう。いつか見せるから安心してほしいぜ。心を読むなよ。お互いにな。さて、次の紹介に行くぜ。いやー。はい、完全に化け物。何これ、何このムカデ。なんか体がはっきりしすぎでしょ。足すら太いし、体も太いし、絶対硬いし、あと頭。触覚もキモい。絶対、こいつ、サイズ的にヤバいでしょ？サイズ的には最大でこれくらいになるぜ。はみ出てるぜレイム。この子はペルビアンジャイアントオオムカデといって、世界一大きなムカデだ。正式名の他にもペルーオオムカデ、ギガスオオムカデ、ダイオウムカデなど、様々な呼び方があるぜ。頭部の色は赤で胴体はワインレッド、節目の関節の色がピンクで、足の色が黄色という派手な体色をしているが、これは毒を持っていることを示す警告色だと考えられているぜ。毒？こいつコケ脅しじゃなくて見た目通りヤバい生き物ってことなわけ？いやはや、これは言葉を失うわ。レイムが絶句するのもわかるぜ。この子の体長は通常20から30センチメートルで、最大40センチメートルを超えるという巨大種だからな。先ほどのとは別で、大きさがわかりやすい画像は他にもあるぜ。最大40センチメートル？どうなってんじゃい？ 40センチメートルって言ったら、指先から肘まであるじゃないの。というか、こいつ毒持ってるのよね？何平然と腕に。しかも、袖のない服着て腕に乗せて、どういう神経してるのよ？これはハンドリングといって、気中マニアなどがしばしば行う手に乗せる行為だな。素人だろうと玄人だろうと、乗せる相手によっては非常に危険を伴うものだ。ご視聴の皆様は決して真似しちゃいけないぜ。そんな注意とかされなくても、最初から誰もやらな。意図は限らないのが生き物好きなのかしらね。やるなら自己責任、生き物に責任はないから何かあっても許してやってくれよな。さておき、この子の解説に戻るぜ。ペルビアンジャイアントオウムカデは熱帯雨林の地上層に住み、夜行性なんだが場合によっては昼間も活動するぜ。この子は見た目とは裏腹に、非常に俊敏に動くことができ、さらに様々な壁をよじ登ることもできるんだ。
昼間でも獲物を求めて木に登ることがあるようだぜ。世界最大のムカデだけあって小さな毒蛇を思わせるほどの大きさで、首を持ち上げて威嚇する。牙の威力も強力で、プラスチックの網などは砕いてしまうほどの威力を誇っているというぜ。はぁ、プラスチックを噛み砕くって？むっちゃ危険じゃないの？その通り危険だぜ。この子はご多分に漏れず、やはりペットとして人気なんだが、飼育する場合は、鉄製の金網で蓋をするようにして、しっかりと飼育環境を整えた方がいいぜ。本当、よく飼うわね、こんな恐ろしい生き物を。また、先ほども話した通り、この子は毒を持っているのでその点も注意が必要だぜ。毒性としてはスズメバチのそれと似た性質を持ち、有毒種の多いオオムカデの中でも特に毒性が強いという。わずかにだが、人の死亡例も報告されているようだ。人の死亡例もあるとか？そんなのをハンドリングしてる人たちも怖い。そうだな、毒もそうだが、そもそもこの子は性格が非常に獰猛であることも有名だ。肉食性であり、獲物は昆虫類やクモやサソリ、タランチュラ、トカゲやカエルに、マウスや小鳥、そして小型のヘビまでも襲うほどの獰猛さを持ち、触れたものに対しては容赦なく噛みつくぜ。また、食べるときは噛み砕くわけではなく、大顎で少しずつ肉をこそぎ落として食べるため、今挙げた生き物だけじゃなく、毒で殺せる相手なら全てが捕食対象になるんだ。ますますペットにすることとか腕に乗せるとかありえないわね。まあ、お腹いっぱいであれば積極的に人を襲うこともないはずだけどな。YouTube 上で動画を漁ればわかるが、餌をあげた後頭を撫でる人もいたぜ。はぁ？こいつの頭を？なかなかキュートな顔してるし、頭を撫でたくなるのも頷けるぜ。ほんとやべえよあんたたち。さて、次の紹介だな。わー。おー。モスラ？これはモスラと同じでがよね？それにしても羽がでかすぎでしょ。あと羽の形が奇妙。何その下に伸びてる感じの。なかなか鋭いツッコミだなレイム。この子はヘラクレスさんといって、世界最大のガの一種として認定されている子なんだ。何が世界最大なのかといえば、この特徴的な羽の形からも察せられるように、羽の表面積において世界で一番大きいガとして認められているんだぜ。表面積？ほんと、見るからに広い羽をしてるわよね。特にやっぱり下に伸びたところとか、そこら辺でも面積稼いでるし、これは納得。サイズ感がわかるようにこんな写真も紹介するぜ。でかすぎー。この子の羽の横幅は約11から13センチメートルであり、羽を広げた場合の横幅は約27センチメートルもあるぜ。実は世界最大のガというだけではなく、世界中の昆虫の中でも羽の表面積が最大だと言われており、約300平方センチメートルにも及ぶとされているぜ。300？これはやばいわ。画像以上のサイズ感じゃないの。また、羽は落ち着いた色彩であり、主に金茶色と白。4つの羽にはそれぞれ透明な部分があるぜ。このズボンに止まった子を見ればわかると思うが、羽の三角形の模様部分が透明なところだな。はへー。これだけ見事な模様してて、さらに透明な部分が用意されているとか。これまたすごい羽だわ。羽に関してはもう少し特徴的な話があって、生体のオスとメスでは羽のサイズも違うし、形もちょっと異なっているんだぜ。メスの方は羽のサイズが若干小さく、また、このように羽の尾の部分が短いんだ。あら、ほんと、特徴的な羽の伸び部分がないわね。改めてこう見ると、本当に、って感じだわ。透明な部分とか特殊だけど、すごい基本に忠実なって感じの羽の模様よね。モスラかなと思ったけど、あれほど派手じゃないし、どちらかといえばバトラか。いい感してるぜレイム。このヘラクレスさんは世界一だと認定されたのは近年であり、その前までは日本の与那国島で発見された与那国さんが世界で一番大きいガとされていたんだ。今お見せしているのが与那国さんだぜ。これが与那国さん。うわ、大きさもさることながら、模様がヘラクレスさんよりも気持ち悪い。とはいえ、どっちも似てるしきつい。似ているのも無理はないぜ。ヘラクレスさんと与那国さんは同じ山眉画家であり、遠い親戚だからな。そして、一つだけ補足しておくと、この与那国さんこそ、実はモスラのモデルになったと言われているがなんだぜ。なるほど、あながちモスラっぽいってのも間違ってなかったのね。与那国さんも非常に魅力的な子だ。今回は軽い紹介だけで、詳しくはいつかまた必ずするからその時まで待っていてくれだぜ。別にそんなの。って言っても聞かないでしょうし、いいわ。さて、最後にこのヘラクレスさんについて、特筆すべきことがあるから伝えておくぜ。まだあるの？し
かも改まって言うとか、怖いんだけど。実はこの子の幼少期もまた非常に大きく、そして非常に特徴的な見た目をしてるんだぜ。あ、ちょっと待って、幼少期って言った？ガの幼少期って言えばもちろん、芋虫姿だぜ。やっぱりねー。これまた気持ち悪い芋虫だこと。このトゲといい、この段々になった体といい、こいつ、ヒッコリーホーンドデビルに近い感じじゃないの。それに、この右下の方。その黒っぽいところが顔？そこはお尻の方であり、黒っぽいのは眼状紋と考えられているぜ。霊夢が引っかかったように、天敵を惑わすためのものだ。また、この姿の他にももう少しだけ別の姿もあるんだ。どういうこと？この子は体の色が個体ごとに微妙に違ってな、緑色の子もいれば、青色の体色を持っている子もいるんだ。こんな感じにな。うわ。うっそ、マジで青じゃないの。自然界で青って、むちゃくちゃ奇妙な感じがするわ。そうだな、あまり青色の芋虫はいないことからも、ヘラクレスさんの幼虫は特殊だと言われているぜ。生態だけじゃなくて幼虫も特殊とかどんだけなのよ。さて、次が最後だな。はぁ。何よ、これ。このフォルム、この模様。こいつ、またガじゃないの。その通り、この子も世界最大のガと認定されている子だぜ。この子は南米大ヤガ、別名南米大白下歯。といって、世界最大の羽の長さを持ったガとして知られている子なんだぜ。こうやって見ると非常に長いのがよくわかるだろ？おー。これは確かに、横幅が長い。成虫の全肢を広げると 25cm、大きいもので 30cm にも達するぜ。羽面積ではヘラクレス山に劣るものの、全肢の長さではヘラクレス山をしのいでいるというわけだ。体色は茶色みがかった白色で、羽も白く、その羽には波状に茶色の模様が重なっているのが特徴的だ。羽の裏側は逆に黒っぽく、白と黒のコントラストで構成されている。格子は少々赤みが混じり、薄いピンクに近い色も混じるな。うっわ、本当に黒い。表と裏で完全に真逆な色合いなのね。ついでに本体がキモい。ちなみにこの美しい白い羽から、海外では白い魔女だったり大きな灰色の魔女と呼ばれているぜ。白い魔女に灰色の魔女？とにかく魔女という表現なのね。由来としては、鳥やコウモリを採取していた学者が、銃で撃っても落ちない飛翔体がいたことから、その飛翔体を殺せない魔女と表現したためのようだぜ。その飛翔体ってのがこのガだったわけね。そりゃ、大きいとはいえ、ガなんかはなかなか銃では撃ち落とせないでしょうし、理解はできるわ。その逸話に繋がるんだが、実はこの子の飛び方は特殊でな。飛び方がコウモリに似ており、これはわざとコウモリを真似ているものと考えられているぜ。コウモリは自然界では天敵となることが多いため、コウモリを真似て外敵から狙われないようにするためだな。なるほどね。その飛び方もあって、さっきの学者が撃ち落とそうとしたわけか。さて、最後に幼虫の紹介をしたかったが、残念なことに写真はどれだけ探しても見つからなかったので、イラストと言葉で紹介するぜ。幼虫は 10cm を優に超え、食欲も非常に旺盛だ。体色は黒い色に薄青がかった帯側のようにかかり、白い線が走り、頭部は黄色、額の色は赤色が特徴的なようだな。へえ、10cm を超えてねえ。やっぱり大きいわねさすがに。イラストも上手いし、実際の姿が目に浮かぶわ。以上で終わりだな。どいつもこいつも本当に規格外のやつばっかだったわね。最初に話してた信じられない色味の幼虫。ヘラクレスさんの幼虫の青さは見たこともない色味だったし、本当存在していることさえ疑わしいわ。実在することを疑うようなら、ぜひ直接見に行くことをお勧めするぜ。ペルビアンジャイアントオウムカデであれば、ペットとして取り扱っているところもあるしな。私は遠慮しておくわマジで。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。